こんにちは。お元気ですか？今日もちょっと寝っ転がって喋ってますので、声くぐもってるかも。ここ最近、この、そのラジオ配信のこの動画でもね、あの、米が買えないとか、食料品の値上がりがすごいとかね、そういう景気悪い話ばっかしてたわけですけど、なんかたまにはちょっと違うことを喋りたいなって思いますね。まあ引きこもってるのであんま私個人的なネタがないんですけど、なんとなくこうふと思ったことといえば、気がついたら私も47歳で中年真っ盛りなんですよね。ちょっと私が中年という年齢になるなんてっていうことにちょっとびっくり。ふとなんかこうシラフになるとっていうかなんか、あれ私47歳か、めっちゃおばさんじゃん、すげえなって思ったりとかするんですよね。なんか本当、時代が過ぎるのは早いなっていうふうに思います。もうね、昭和を生きてた私でございますが、昭和は子供時代って感じですね。中学に入った時くらいから平成になってますので、昭和時代を子供時代として生きて、平成の時代を若者時代、青春時代を送ったっていう感じですね。でも今は令和ですし、うーんもう2024年ということで、まちょうど私はあの20世紀にね、青春を送った人っていう感じですかね。20世紀を生きて、20世紀の最後で、だから23歳とかなんかな、23、4歳ぐらいで21世紀になってっていう感じなので、私は結構この、なんていうんですか、そのこの感受性が強い若者の時代を20世紀末で送った感じですね。なので私は20世紀おばさんみたいな感じですね。なんか20世紀少年っていう漫画のパクリみたいになっちゃいましたけど、ああいうちょっとこの世界を救うヒーロー的な話では全然ないですけれども、ま考えると、いろんな時代をね、それぞれみんな世代が違うとね、生きた時代も違ってくるので、そういう世代間のギャップっていうのは、ちょっと面白いなっていうふうに思ったりはしますね。なんかあの若い頃からちょっと不思議に思ってたのは、おじさんとかおばさんとか、おじいさんとかおばあさんとかもなんですけれども、あの曲流行ってる曲とかさ、好きな曲とかってやっぱり昔の曲じゃないですか。でその人がこの青春時代というか若者だった時の曲が一番好きみたいな、なんかそれは当たり前っちゃ当たり前なのかもしれないですけども、普通に考えたらちょっとなんでかなって思ったりするんですよね。やっぱりその10代後半とか20代前半くらいまでかなが、やっぱり一番こう何か強烈にその外界のものに対して影響を受ける時期というか、そのそういう時期なような感じはありましたね。だからその頃流行ってた曲とかがすごく一番こう自分にとってはきっとあのいい曲よ、すごい名曲に感じるしっていうのはあるのかなと思いました。もちろんね、今の47歳の私が今現在流行ってる曲とか聞くと、すごいいいって思ったりして、別にね、その20歳前後の頃に比べて今の曲の方が劣ってるとか、そういうのは全然もちろん感じないですね。別物として感じますけれども、うん、ただね、
なんか私がちょっと若い頃ちょっと嫌だなってふと思っちゃったのは、あのねその50代ぐらいの人とかが、だから私が若い頃10代とかかな、ちょっと覚えてないんだけど、だからその頃にその50代ぐらいのおじさんって言ったら昭和歌謡曲っていうのかな、真っ只中の青春を生きた人たちじゃないですか。だからそういうおじさんが最近の曲だからね、なんだろう、ミスチルとかかな、あれくらいが流行ってる頃かな、そういうのを聞いて、最近の歌詞は全然うまくないと、昔の歌手はすごく歌がうまかったのに最近の歌手は全然うまくないっていうのをすごいディスってたのがね、すごいなんかムカついたっていう記憶があるんですよね。で普通にこうフラットに見て、この歌唱力が昔の人の方がいいってことは決してないんですよね。その時代背景とかその歌い方が変わるっていうのはあったとして、その新しい時代の方が歌唱力が上がってるとかそういうことって全然ないと思うので、単純にやっぱりそのおじさんが青春時代にこの一番感受性が強い時に聴いたいいなって思った曲が多分自分のこの記憶とうまく絡み合ってすごく良いように聞こえたりとか素敵に聞こえるっていう、そういうフィルターがもう誰でもかかるもんなんだと思うんですね。だからまあ多分そのおじさんはちょっとそういうタイプだったと思うんですけども、まあ別にこう時代によってそういうあの歌でも映画でもなんかこうカルチャーっていうものは変わ変わるよねっていうふうに普通にフラットに見てる人ももちろんいたと思うんですけど、私はそのおじさんの言葉がすごい嫌だったなっていうそういうちょっとねがありました。でなんだろう、多分そういう傾向ってね昔に比べて薄れてきてると思うんですよね。なんか今のおじさんおばさんまさに自分ですけども、まあ結構最近の若い人のそのカルチャーというか、その最近の曲とかね映画とかね流行ってる漫画とかもだけど、まあそういうのに対して結構昔に比べて理解があるようになんとなく感じるんですね。まあ自分がこのおばさんっていう立場だからちょっと自分を擁護してるんじゃないかっていう考えもあるのかもしれないけど、いやでも多分ねそうじゃなくてもやっぱり昔とは違うなっていう、その若い人の立場に立って物事を考える人が昔よりも増えてる感じはしますね。それはもしかしたらこのインターネットとかの普及、インターネットというか、SNS とかですかねの普及とかで結構この世代を超えて同じものを楽しむっていう機会が増えたりとか、この知る機会っていうのがね増えたからだと思うんですね。やっぱね昔はね若い人の中で流行ってることとかあのそのその話し口調とかもそうですけれども、話題とかそういうのも何て言うんだろう、こう世代を超えてまでシェアされなかったっていうのがあるんですよね。でもそれがねインターネットの普及によってそういうのが平らに名指されていったような感覚はありますよね。だからこの今私もねこうおばさんっていう世代になってあのいろんな情報とか、若い人が好きなもので気になったらすぐ調べられるし、意外とそれをちょっと自分もやってみたらハマったりとかそういうのもあるじゃないですか。そういう世代間がこう薄れてきてるっていうのは面白いなっていうふうに思いました。そうそう、なんかあとね、逆にっていうか逆ではないな、それでもやっぱりこう世代によるこうすれ違いとかそういうのってあると思うんですけども、ちょっとあの分かり合えない部分っていうのは当たり前だけどもあって、もしくはこのこの世代間のギャップっていうのをあの
なんていうのかな、自分の感覚を是正したいがためにというか、そのなんていうか、歩み寄りをもうするっていうこと自体をもう投げ打っちゃってるっていうかね、面倒くさいとかね、そういう人とかも一部いると思うんですけども、それはね、おじさんとかおばさんとか、年を取った人だけに言えることじゃなくて、若い人にも言えるのかなっていうふうに思ったりするんですよね。全員が全員じゃないし、昔ほどそうではないっていう感覚はあるんですけども、例えばあの私が若い頃とかだとね、よく聞くフレーズがというか最近の若いもんはっていう言葉よくありましたよね。それをね、みんなが言ってるわけじゃなくて、一部のそういう偏屈なおっさんとかしか言わないんですけど、全て最近の若いもんはで片付けようとする人っていましたよね。そういう人はね、本当にちょっとね、ちょっとどっちかっていうとあっち側な感じなので、全員が全員じゃないんですけど、そういうセリフってよくあったんですよね。でも最近はそんなことを言ったらちょっとパワハラとかそういう風になっちゃうっていうのもあって、そういうの自体がなくなったと思うんですよね。なくなったわけじゃないんですけど、最近の若いもんはとか言ってるおっさんってめっちゃダッサいじゃないですか。多分そういう風潮もあって言われなくなってきたっていうのもあるのかもしれないし、昔よりさっきも言ったようにこの SNS の普及とかでもっと世代間のあれがなだらかになったというか、少し耕されたような感覚があるっていうのはありますね。だからパワハラ問題とか昔と比べてねがあるのもあって、そういうのを言うっていう、もうあれがなくなってきたっていうのもあるし、あとはね、逆にね、若い人からするとそのギャップ自体が少しなだらかになった分、まああの最近ちょっとこの言葉は昔はなかったなって思うのが、老害っていう言葉ですよね。その最近の若いもんはに相対する若者側からのパワハラ的な言葉だなってちょっと思うんですけども、なかなか嫌な言葉だなって思うんですよね。実際に老害って言われてもしょうがないって人はもちろんいるんですけれども、結構何でもかんでも老害っていう言葉が便利すぎて、それで片付けられちゃったらちょっと老害にされたくないんですけどみたいな感じはありますよね。そしてこのおじさんおばさん世代もその老害っていう言葉言われたくないからっていう変なあれもあったりするかもしれないですね。なんて言うんだろう、でもちょっと老害っていう言葉を使ってしまうのはちょっと脳死状態な若者だなっていうふうに思うんですよね。若者をディスってしまった。脳死っていうのはつまりもう考えることをやめて脳死状態でやってるっていうことです。なのでなんて言うんだろう、老害っていう言葉がね便利すぎて、自分でこの思考を展開することができなくなった時に、全て老害っていう言葉で片付けとけば、なんとなく自分が優位性を保っているような感じになってみたいな、そういうところがあるかもしれないけれども、どっちにしろちょっと老害っていう言葉は事実上本当にこれは老害だなって言える場面って日常の中ではなかなか少ないと思うので、それはねちょっとあんまり言葉的には軽々しく使うのは逆にダサく見えてしまうっていうのはあるかなっていうふうに思いました。どっちかっていうとね、このおじさんおばさん世代の年上の私たちの方がこのいわゆる最近の若いもんは的な目線になってないかっていうのをね、どっちかっていうと気をつけなきゃかなっていうふうに思うことの方が多いんですけど、でも
個人差もあるのかもしれないんですけど、そもそもね最近の若いもんはってね、自然に思えないですよね。思うようなことがないっていうか、なんですかね。それは私がそういうタイプなのか、もう時代がそういう感じになったのか、その SNS とかでね、こなんていうか、いわゆるジェネレーションギャップと言われるものがちょっとね、昔とやっぱ形が違くなってきてるっていう感じなのかなとかなんかそんな風に思ったりします。なんか今喋ってたらね、無性に甘いものが食べたくなったんで、家の中をこう物色してね、あの今日たまたまジムでもらったお土産のお菓子と、あと甘酒を作って今飲んでましたね。やっぱね、糖質は正義ですね。やっぱね、甘いもの食べるといいわ。この血糖値が上がった感じがいいわ。こりゃ中毒にもなるわって思いますね。もう甘いものって本当に地球に甘いものがあってよかったって思います。もしね、私があと1年の命ですとか言われたら、とりあえず美味しいスイーツをお取り寄せしまくるでしょうね。食べに行くっていう方法もあるんですけれども、それはそれで楽しいんですけど、なんか結構ね、本当に美味しいものはね、人に見られたくないんですよね。食べてるところ家で一人とかで、もしくはよっぽど気心の知れた相手とかだったらいいんですけど、一人でじっくり向き合って食べたいというかね、というのがあるので、お取り寄せの美味しいスイーツとか、パンとかもですね、そういうのを好きなだけお取り寄せして家で食べたいなっていうなんかもうあと1年の命でそれって結構しょぼいですね。やりたいことが。いろいろ行ったことない国とかね、日本国内もですけどね、いろいろ行ってみたいっていうのもあるし、結構なんか観光地的なものよりもね、結構現地の料理屋とか行きたいんですよね。本当にローカルの人が食べてる店とか行って食べたいですね。で、あわよくばそこのパブとかバーとかで地元のおっちゃんとかとなんとなくワイワイやってみたいですね。ただあれか、女の一人旅とかだと治安っていうのを考えるとね、そういうのはやるべきではないでしょうから、なかなかそういうのはね難しいかもしれないですよね。っていうかもう旅に行くって時点でもう一人旅っていうのが前提になってるところがね、もうちょっとあれですよね。でもね、逆にね、私旅は一人の方がいいですね。なんか一人じゃない旅っていうのはどっちかっていうと旅を楽しむっていうよりも、その人と一緒に何か行動する、その人と一緒に過ごすことを楽しむっていう感じですね。やっぱ一人旅はね、自分の気分で動けたり、体調とかもあるし、あとはそこで出会った人と楽しめるっていうのもいいところなんですよね。なんとなくそこで気の合う人とかに会っても、自分に連れとかがいたりとかするとね、その人と一緒にじゃあ何々しようよとかいうわけにいかないので、あのそういう意味でも一人旅の方がいいなっていうふうに思いました。いろいろね、一人旅だとハプニングもあったりとかはするんですけども、そういうのも含めて結構面白いなっていうふうに思います。若い頃はね、特に一人旅に憧れてて、このバックパッカーっていうものに憧れたりとかもしましたからね。本当はできる限りバックパッカーとかいっぱいやってみたかったんですけども、そんなに結局たくさんできたわけじゃなくて、いろいろなかなかね、ちょっといろいろ
事情があってできなかったりとかしたんですけれども、それでもちょこちょこやったりとかしてやっぱ楽しかったですね。その頃はねまだスマホっていうものがねなかったですね。私が多分ねアラサーぐらいの時にねスマホっていうのが出てきたんですよ。私が20代の時はあのこうスマートフォンじゃない携帯電話ですね、メールとかができる状態になってる感じで、それもねだいぶこう画期的だったんですけど、自分が持ち歩いてる電話で人と連絡が取れる、携帯で連絡が取れるっていうのはすごかったんですけど、ただスマホっていうものができてからねインターネットを持ち歩けるようになったのでね、今だったらね海外なんか行ってもね一人で行ったって Google マップがありますからね、全然怖くないじゃないですか。全然ってことはないですけど、昔はね本当にねあの海外に行く時は携帯も持っていけないわけですから、あのなんだ本当に地球の歩き方をね片手にこう地図とかねを見て、そしていろんなちょっとしたこうコンビニじゃないんだけどキオスクみたいなお店、なんか現地のお店、駄菓子屋みたいな、よくわかんないけどそういうお店でおばさんに聞くのがポイントでしたね。あの4 50代くらいのちょうど私くらいの娘がいそうなおばさんに聞くのが多分一番信じられるっていう風に思ってたんで、やっぱ悪いやついるじゃないですか、特に男とかね、タクシー運転手とかでもちょっと信じられねえわみたいなそんな感じでやっぱり現地で人に聞く場合は、一番やっぱ信用できるのはおばちゃんでも悪いやつもちろんいるけど、でもねやっぱりねあのなんだろう、これなんでそういう結論に至ったのかわかんないけど経験値的なものなのかな。とにかくあのそのローカルなお店で働いてるおばちゃんみたいな人に、特に私くらいの娘がいそうなおばちゃんに聞くと結構心配してくれて、ああいうタクシーのああいう運転手のことは信用するなとか、あいつとかにはついていくなとかねそういうアドバイスをくれたりとかして結構親身になってくれたりとかするので、そうそうそういうのが面白かったですね。そう結局いろんな人にこう冒険みたいな感じで会うのが楽しいじゃないですか。でもねやっぱり最低限自分の身は自分で守るっていうのがあるので、こういうところではお酒を飲まないとかそういうルールは決めてましたね。あとこういう時に出された食べ物飲み物とかはこう食べないとかね、なんか入れられてるかもしんないからとかさ。でもそれが親切なのか悪いやつなのかっていうのは結局そういうのを回避してるから結局はわからないんですよね。どうだったんですかね。なんかなんでか知んないけど旅の話になったんですけどなんか旅の話でね私がすごい印象に残ってるのが、めっちゃ全然関係ない話になるんですけど、私がある時一人旅でマレーシアのすごいあの結構私なんて言うんだろう、マイナーなところ行くのが好きなんで、すごいこうマイナーなとこに行くんですよなんかその時はねマレーシアの本島じゃなくてペルプンティアン島っていうところに行って、今だったら情報はあると思うんですけど当時は全然そういう情報がなくて、とにかくあのなんだ本島じゃなくて島ですよその本島からこうモーターボートとかでケツが痛いモーターボートで3時間ぐらいかけてこうその島まで行くとか、そういうとこに行った時にいろんな人に出会うんですけど、そこでいろいろあって楽しかったんですけど、帰りにねあのどこの町か忘れちゃったんだけど、マレーシア本島のどっかの町でもうあと3日ぐらいで帰るって時かな、そろそろクアラルンプールに戻んなきゃみたいな時であの急に生理になったんですよ私。
急にじゃなかったんですけど、あの生理がもうすぐ来るっていうことを忘れてたんですよね、旅行の準備で。この旅行期間中に多分ね17日間か18日間くらい行ってたんで、普通に考えたら生理来るだろう、その間に来るだろうって分かるはずなのに、なぜか生理用品とか持ってくの忘れてて、と思ってどうしようとか思って、何気に結構困るんですよね。もしかしたらもう20年以上前かなのことなんで、今はもう全然その辺でいろいろその生理用品も売ってるかもしれないですけど、何せ変な偏僻なとこにいたっていうのもあって、なんかそうナプキンがね見つけられなかったんですよ、お店に行っても。しかもその時朝の何時かのバスでクアラルンプール方面の方に移動する予定だったんで、その長距離バスに乗る前にどうにかナプキンをこう入手したかったんですけど、結構店もまだ閉まってたりとかして、空いててもなんか置いてなかったりして、うわー困ったと思ってでなんかそれでもうしょうがないからって言ったらあれなんですけど、現地のその辺にいる若い女性、あのこのあれなんて言うんだっけ、スカーフじゃなくてさ、宗教上のさイスラムっぽいこのターバンじゃなくてさ、ああいうのをかぶって髪の毛とか隠してるそういう女性、まあそこの町はそういう人たちばっかだったんですけど、なんかその人にもしナプキン持ってたら分けてもらえませんかってちょっと頼んでみようと思って、なんかいきなりなんか外国人の女が話しかけてきてナプキンくださいって言ったら、相手もこいつやべえなって思うと思うんですけど、でもナプキンがないと私もねこれから長距離バスに乗るのにちょっと困っちゃうからと思ってなんかそれで私エクスキューズミーとか言って話しかけて、で髪の毛とか隠してるベールをかぶってるお姉さんにでその時私今以上に英語があんまりできなくて、Do you have a napkin? って言ったんですよ。なんかその時の英語が忘れられなくて、なんかもうナプキンってなんだ、サニタリーなんちゃらとか言えばいいのかなとか思ったけど、とりあえずナプキンって言って通じなかったら何のこととか聞いてくれるだろうと思ったんだけど、いきなりなんか「Excuse me」って言った後に「Do you have a napkin?」だから、相手もなんかももう逃げようとしてなんかはあみたいな感じで、こいつやべえみたいな感じでなんか逃げようとしてて、逃げようとしててっていうか結局逃げてったんだけど、私多分2人くらいに話しかけたと思うんですけど、その2人とも同じようななんか態度を取られてっていうか、こいつ怪しいみたいな感じで逃げられて、ああこれはダメだなって思ったんですよね。もしかしたらそのベールみたいのかぶってない人に言ったら分かってくれるかなと思ったりとかしたんですけどなんとなくですけど、ああいう人たちってなんかいろんなことをタブーにしてそうじゃないですか、知らんけど。だけど結局ね、そういう女の人自体が少なかったから、すごい偏僻なとこで結局もういいやナプキン無理だわと思って、都会にこれから行くところはもうちょっと都会だから、そこでスーパーみたいなとこ多分あると思うんで、そこで買おうと思って、そこはねスーパーマーケットがないような結構偏僻なとこだったんで、そんな感じでね、その頃からね、あのその後も私はこう英語をね自分でちょっとずつ勉強したりはしましたけどいまだにこう自分が生理になってナプキンとかこうゴソゴソ出してる時に思い出したのは、結構あの時の「Do you have a napkin?」をね妙に思い出すんですよね。なんかきっとあいつやべえアジア人来たなってあの人たち思ったんだろうなと思って、でちなみにですね、結局その時にナプキンが入手できずに、その何時間かかけて街に行って、そこで結局ねナプキン買えたんですよ。ウィスパーとか売ってました。ナプキンのメーカーどこだったか忘れましたけど、ナプキンでウィスパーってあるじゃないですか。
そうそう、マレーシアのウィスパー売ってましたね。日本のウィスパーとはちょっと似て非なるものでしたけど、そうそうウィスパーとか書いてね、まあ良かったなっていう感じで、結局ね、バスに乗ってる間は、まあ、トイレットペーパーとかをね、ここうちょっとねうまくこうしてねどうにか乗り切りましたわ。そんなちょっとどうでもいい、すいません、美しくない話をしてしまいまして、ちょっと今日もね何の話かちょっとよく分かんなくなっちゃったんですけども、まあそうですね、もう一度私ちょっと一人旅に出たいなって思いますね。うーんそんなこう行き当たりばったりの旅は最近もう全然してないんで、ホテルとかもね事前に予約しちゃう旅しかしてなくって、まあ社会人とかになったらねもう休みの日とかが決まってるんで、そういう放浪とかできないのは当たり前なんですけど、またねこう機会があったらそういうこうノープランのこうバックパッカーみたいなね旅をねおばさんおばあちゃんになってからもやってみたいなっていうふうに思いました。そんな感じで、それではまた。